恐竜です。超有名な恐竜の映画のパート3で、その映画のロゴにもなった恐竜、スピノサウルス。最近では尻尾がこんな形をしていて、かなり泳ぎが得意だったんじゃないのという説も出てきたりと、何かと話題の恐竜です。御船町恐竜博物館にもスピノサウルスの化石ありますよ。上顎。この上顎だけでもよく観察するととっても面白いんです。ということで、今日はスピノサウルス科の恐竜たちの上顎に注目します。スピノサウルスの仲間の中からスコミムスとスピノサウルスを比べてみましょう。ティラノサウルスの上顎と比べると、スコミムスとスピノサウルスは細長いですよね。2つはとってもよく似ていると思いきや、鼻の穴を見てください。鼻の穴、どこだかわかりましたか？こことここです。スピノサウルスは鼻の穴がちっちゃくて目の方に近いですね。おすすめ観察ポイント恐竜編その2で、アパトサウルスは骨に開いている鼻の穴とお肉をつけた時の鼻の穴の場所が全然違うよと言いましたが、彼らの場合は骨に開いている鼻の穴とお肉をつけた時の鼻の穴はだいたい同じ場所にあると考えられています。どうして鼻の穴がこんなに違うのか。スピノサウルスの仲間たちはみんな陸にいる獲物も襲いつつ、水の中の魚も襲って食べていたと考えられています。どれくらいお魚が好きだったのかは種類によって違ったんじゃないのという説があるんです。調べてみたら、スピノサウルスの仲間の中でスピノサウルスは特にお魚を捕まえやすい体の作りをしていた。つまりかなりお魚大好きだったのではと考えられています。スピノサウルスの口の先っぽにはこんなボツボツがあるんですが、これワニにもあるんです。ワニはここでちょっとした水の動きも感知して獲物を探し当てます。スピノサウルスもワニと同じように水の動きを感知して獲物を取っていたんじゃないか。匂いを嗅がなくていいんだったら鼻の穴はちっちゃくても大丈夫。クンクンしないなら先っぽにある必要もないし、狩りをするときに鼻の穴が水につかなければ息もしやすいですよね。ということで、お魚大好き恐竜のスピノサウルスは他の仲間と比べて鼻の穴が小さく、そして顔の真ん中あたりに鼻の穴があるのではという説がございます。スピノサウルス科の恐竜の一つのマリオニクスの胃のあたりからは消化され方
の化石も見つかっているんです。つまりお魚以外も食べていたんですね。このバリオニクスの歯はザ・肉食恐竜という感じの歯。縁には小さなギザギザもついていて、まるでステーキナイフのようにお肉が食べやすい形をしています。一方、スピノサウルスの歯は三角コーンみたいな形で、